我々今仏界を学んでますけど、実界論の目から見るとまでのことを表している物語なんだなっていうことが分かるわけですよ。そういう解釈で読んだことを考えたこともない。では今回小本前回の終わり方ですけども、会員の方々から友人と仏法対話する中で実界論を分かりやすく語れる教材が欲しいっていう声があるから、それについてちょっと実界について語り合おうって言って終わったんですよね。そうですね。ビジネスの匂いがプンプンしますな。違うか。教材ね。教材まあいいことです。いいと思いますいいと思います。いいと思います。大丈夫ですか？大丈夫です。需要があるから供給が生まれる話がずれましたけど、とにかくこれ次あるところがこれ浦島太郎を十回論で読むっていうやり方なんですけど、ここのところを読んで、いろんな本を十回論で俺は読む癖がついたのありますよね。いろんな登場人物出てくるじゃない。そうね、確かに。この著者の人たちもそういう風に見るようになったしっていう感じで、確かに面白いね。あえてみんなが知ってるあの浦島太郎を仏法的解釈で読む。サムネ出た。そういうことを話してるんで興味深いと思います。行ってみましょうか。浦島太郎を十回論で読むと、須田浦島効果の話が出ましたが、浦島太郎の物語は十回論を学ぶ良い入り口になるのではないでしょうか。池田、なるほど。日本人なら誰でも知っている昔話だからね。これを十回論で見ていくとどうなるだろうか。遠藤、そうですね。物語は漁師の浦島太郎が浜辺で亀をいじめている少年たちに出会うところから始まります。亀をいじめている少年たちの境外は実界で言えば畜生界でしょうか。畜生の心は弱きを脅し強きを恐るですから。須田、なるほど。いじめられている亀は地獄界ですね。浦島太郎は少年たちにお金をやって亀を助けます。この太郎の振る舞いなどは菩薩界の一文でしょうか。お金をもらって言うことを聞く子供たちはガキ界かもしれません。ちょっと待って、金をあげるっていう、そうなの？俺ここ知らなかった。俺も知らなかったけど金あげて追っ払ったの浦島太郎。へえ。そういう話みたいですね。で結構現実的ですもん。あ、そう面白い。はい。遠藤、亀はその恩義を忘れず数日後に浦島さんのもとへ訪ねてきます。そしてお礼に太郎を背中に乗せて竜宮城へ案内するわけです。斉藤、恩を忘れず恩に報ずる。これは忍界ではないでしょうか。報恩は人間らしさの証です。池田、亀なのに忍界なんだね。斉藤、はい。人間でも恩知らずは畜生以下になってしまいます。開目書には畜生すらなお恩を報ずとして報恩の大切さを教えられています。須田、竜宮城では太郎は乙姫に歓待され、飲んだり踊ったりして楽しく暮らします。これは断然天界ですね。ちなみにこの竜宮城というのは法華経の台場だった本に出てくる海底の釈迦竜宮など仏典の影響があるのではないかと言われています。遠藤、さて家に帰るのも忘れて楽しく過ごしているうちに3年の月日が経ちました。月日の経つも夢の中で喜びの世界ですから、あっという間に時間が経ってしまったのです。太郎は乙姫に別れを告げ、お土産にもらった玉手箱を小脇に抱えて帰ります。ところが陸に上がった彼は仰天してしまいました。世界がガラッと変わってしまっているのです。竜宮城にいた3年間のうちに地上ではなんと300年も経っていた。まさに浦島効果で地上の時間は彼を置き去りにしてはるかに早く進んでいたのです。それを知って太郎は絶望しました。身内もいない、友人も誰一人いない、景色も見たこともない眺めが延々と続くだけ。池田、この時の太郎の境外は地獄界と言えるかもしれないね。見るもの聞くものすべてが自分という存在を拒絶している。世界のどこにも自分の居場所がない。太郎の生命空間はみるみるうちにしぼんでいった。須田、そこで太郎はたった一つの希望である玉手箱を開けてみます。その途端もうもうと煙が出てきて、太郎は髪の毛も真っ白になりヨボヨボの老人になってしまうのです。一瞬のうちに追いさばられて呆然と浜辺に座り込む太郎。考えてみると衝撃的なラストシーンですね。池田、さてこれは何回になるだろうか。遠藤、難しいですね。地獄界だった太郎をさらに深い絶望に突き落としたという解釈もできますが、それだとあまりに悲惨な終わり方です。須田、乙姫もとんだ残酷なお土産を渡したということになってしまいます。池田、
そう考えると一つの解釈としてこれは二条界への入り口を示しているのかもしれない。日蓮大聖人は世間の無常は眼前にあり、兄民界に二条界泣かなんやと仰せです。物語は何も語っていないが、年を取った太郎にはそれまで見えていなかった無常というものが見えてきたのではないだろうか。斉藤、あの楽しかった日々も何もかも全て過ぎ去ってしまった。何かやるせない思いというか、悲哀のような余韻を残して物語は終わっています。確かに六道の世界を遍歴して二条界を示唆するところで幕を閉じているのかもしれません。須田、改めて見直すと、人生とは、人間とはと考えさせられる意味深長な物語ですね。池田、仏法の生命論を知っていれば何を見ても聞いても本質が深く分かるようになる。これが教学を学ぶ一つの意義です。ともあれ、人間にとって本当の幸福とは何なのか、ここに実戒論の基調となる問いかけがあるのです。いや、おっしゃる通りで、仏法の生命論を知っていると本質が深く分かるようになってくるというね。浦島太郎っていう物語は無常、二条の生命をこう、要するに六道から出たっていうような、なんか話で終わるっていうような解釈ができるわけだ。最後の終わり方ね。ああ、全部がなくなっちゃったっていう形になるのかな。諸行無常いね。諸行無常いんですよね。要するに当時の民衆の人たちはやっぱ六道の中を生きてるっていうかね、六道の中を生きてる中で無常を知るっていうのがなんかこう、オツというかオツ変な言い方だけど、なんかこう諸行無常を歌った作品とかっていうのは、なんかこう人気あるじゃない、日本あるね、昔からなんかこう大人っぽく感じるというか、源氏物語とかもそうだもんね。我々今仏界を学んでますけど、そういう実戒論の目から見ると、まあ二条までのことを表している物語なんだなっていうことが分かるわけですよ、浦島太郎。そういう解釈で読んだことを考えたこともない。でも六道ばっかの作品があった時代からすると、なんかやっぱ特別な作品に感じるわけだ。なるほどね。二条っていう世界をね表現してる。やっぱりその時代背景を考えた上で物語を読むって大事ですよね。そう考えると深いね。深いんですよね。しかもなんか亀とか登場させたりとかしておとぎ話風にして、なんか子供向けでもあるような感じもして、分かりやすいじゃん、表現が。なんか、二条っていうね、ちょっと難しい話かもしれんけど、表現が幼稚って言ったらなんかちょっとあるけど、なんていうの、親しみやすい子供も分かるような感じで、大人の世界を表現してるというか。どうですか、我々の生活でもありませんか。展開でとにかく楽しんでたら、オールばっかしてずっと遊んでたら、なんか周りがどんどん成長してって、自分だけ取り残されていってるような感覚で、周りの景色がどんどん変わっていくみたいな、そういうので絶望する大学卒業したての子たちとか、なんかそういうことを感じて、無常を感じてちょっと鬱っぽくなるみたいな、俺だけ置いてかれたみたいな、そういう感覚になった人って俺は多いと思うから。確かにそれを表現してるっていう解釈もできるかな、最後の終わり方なんて。展開ってやっぱ時間が止まってる感覚がするんだよね。ずーっとこの感じだって思っちゃってんだ。楽しいもんね。でも実際は周りが変わっていくっていうこの現実を知ることのショック、これでまあ大人になってくるんでしょうけど、我に返った時周りはどうなってるのかなっていう気づきを与えてくれるような、そういう風な作品なのかもしれないですね。子供が大人になりやすいんじゃない、この浦島太郎、学ぶことによって大人に成長しやすいから子供に向けて話すんじゃない。確かに。てかあれね、人間以外のものにも実戒論をはめるっていうのはわりかし僕はおおなるほど、なんか笑いって書いてあったけど大事じゃないって思うけどね。神だけど人間人間界ね、神だけど人間なんだっていうね。このね、ペットがもてはやされる時代ですから、15歳以下の子供の人口よりペット登録されてる数の方が今多いらしいですよ、日本って。だからもう本当の子供と思って育ててる人たちもいますから。って考えたら、そのペットの表情だとか振る舞いを見て、あ、こいつ今何回だなっていうようなことを察知しながらこうお世話するっていうのもまたオツなんじゃないでしょうか。基本的にあらゆる生物に実戒は備わっているっていう考え方なので、生命ってそういうことでしょうね。だから問題は
引き出せるかどうかで、物塊を引き出せることができる、価値を想像できるって言うんだけどね。人間で生まれたっつうのはめちゃくちゃ運が良かったんだぞって話なんだけどね。そういう風に意味を考えれるっていうところは人間の特権ですもんね。そして鳥も含めてあらゆる動物とかって恩を返したりする場面とかもあったりするじゃない。なんか YouTube のショート動画とか見てるとなんかそういう物語で言ったら鶴の恩返しとかそのまんまやね。そのまんますぎる。実際の、ね、お話とかじゃなくて実際の動物もそういうことやったりするっていうところで、基本的には畜生界なんだけど、そうだけど畜生界の中の人界が発動しているというか、いうような、そういう動物は亡くなった後に人間に生まれてきやすいんじゃないですかっていうね。よし、じゃあ僕熱帯魚飼ってるんですけど、材木を送ろう。いやこれは俺は効果あるんじゃないのかなと思ってる方なので。毎日が機械だけどね。そうね。うちの熱帯魚ね。と思ってるだけで意外と仏だったりしてすね。仏だとしたら幸せにしてくれるはずなので、なんていうかね、ちょっと難しい話ですね。難しい話。熱帯魚に例えるのはよくないな。とりあえず帰ったら餌あげよう。雑なこと見てる。今回ちょっと短いんですけど、キリがいいんでね、次からまた地獄界からね、順番にしっかり学んでいくっていう形になるんだけども、どうでした？いや、いいんじゃないです。なんだったらね、別会で日本昔話を仏法で読んでみたっていう観点も面白いかもしれんね。仏法の実戒論とか学んでるといろんなものをさ語れるやん。なんかこれは絵本の読み聞かせとかしている先生たちはちょっと仏法学んだ方が深みが出るんじゃないの。俺学校の先生だったらもうこれみんなで読んだ後にそういう説明していいもんね。実戒論で説明していい。道徳の授業専門の人？社会でもいいけどね。社会でもいろんな歴史とか現状とかを実戒論で説明するみたいな。でも創学会の宣伝と思われるともうその時点でアウトだからさ。でも不便だよな。でも実戒論ってみんなしとって俺は便利だと思うんだけど。いや面白いと思うよ本当。けど学校教育とかだと、教育の場だと使いづらいんだよな。学会のこの庭っていうかさ、こういう世界じゃないとこういう話ができないから持たないなとは思ってるんだよね。なるほど。でもこれが一般化できる風にしていくのが我々の使命だと思ってるので、別に学会向けだけにやってないんですからこのチャンネルは。そうね。もっとこういう話していきたいんですよね。深掘り、いろんな解釈ができるよねっていうことをみんながそれぞれ知れるっていうことがまた面白いじゃないですか。もっと世間のことを題材にして、実戒論で語るとかも俺は面白いと思うんだよね。いいねそういうの。いきなりヘビーすぎるとあれなんでね、軽いライトなものからちょっと深掘っていくとか、そういう感じで徐々に広げていきましょう。はい。あれおつもと